全部大文字レイチャンネル。これやばいわ。ガオレンジャー20周年。やばいわ。つえつえの抜けがゲット皆様こんにちは、明けましておめでとうございます。斉藤レイのレイチャンネルへようこそ。さあ、初春一発目はですね、豪華なゲストに来ていただきました。メイン監督の諸田さんです。お久しぶりでございます。そしてレギュラーの中川元邦君です。はい、やっとですね、2021年にやりまして、レギュラーにしていただきました何作目、7回目にしてやっとレギュラーにしていただきました、中川元邦です。今日は、ガオレンジャーのメイン監督である、諸田さんをお呼びして、根掘り葉掘りお聞きしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。手柔らかによろしく。記録がないもんですから。まあでも本当監督とは久しぶりですよね、レイさんもね。私何十年ぶりですよ。もう全然会ってないです。全然会ってない。撮影所でちょっとすれ違ったのも10年ぶりとかおそらくそうですよね。月日が経つのは早いです。がっつりにはもう本当にそれこそ20年ぶりだと思いますけど。わー、嬉しい。奇跡が起きるんですね。起きるんですね。まあいろいろとね、その監督をお呼びするのにもね、まあこんなお願いしてもね来てくれないんじゃないかとかね、ちょっと尻込みしていたらね、まあ言うだけ言ってみよう。あと、某アクション監督の人がね、諸田がいいんじゃないかとか、推薦をしてくださはめられたんだ。い。いやいや、あいつただやこやこ出てただろう。いや本当にちょっと怖いですけどね。記憶がないんですが、人のことを言わないようにしなきゃいけないの。大丈夫、編集で何でもできますから。私の編集の技を。 3人で思い出していきましょう。3人とも記憶がないんで、お願いします。リハビリみたいなもん。いや、いいことです。まあだから、ガオレンジャーというのが、今年で20年、もうあれから20年経ってしまったっていうことですね。監督の時はおいくつなんですか？もう20年前だから41年、42か1。若い。それ若いかな？若くないよね。いやだって全然僕より全然若いし。こんな時にあのメイン監督をバリバリやられてたの？綺麗だったってそうだ。そうだったんだ。もうそれでちょっと才能あったんですね、やっぱり昔からね。やっぱりこう独特のそう、独特の調子が良かった。やっぱ諸田さんワールドっていうのがやっぱありましたからね。ありましたね。ガオはもう2回目ですか。それでもなんかすごく諸田さん色にしていただきましたね。ちょっと質問があるんですけど、当然ガオなんですけど、要はガオレンジャーの第1話にゾウさんが出てくるじゃないですか。はい。で、まあ台本にももちろんゾウって書いてあったと思うんですけど、で本の打ち合わせの時にゾウ出そうっていう話になったんですか？それとも本にも最初からもゾウが出てきたからその通りにやったんですか？いや、あれはおぼろげな記憶でいうと、おそらくシカスさんがゾウとか出そうかって言ったんだと思うんですよね。だからなんか動物を絡めないといけないっていうか、動物っていうのがあって、そのあれでなんかゾウぐらいいや、インいいんじゃないパクト。かみたいなことだったと思う。いやちょっとびっくりしましたよね、さすがにね。でもね、ほら、市川ゾウの国ってあるじゃないですか。はい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 、あそこの方はい。なんですよね。都心で撮りたかったんだけど、そんなとこまで持っていけないっつって、市川の近くの商店街みたいなところ持って撮って。まだインパクト大ですよね、ゾウで。ねえ、贅沢になるなと思っちゃいました。やっぱりパイロットっていうのはやっぱりインパクトでね、ドーンというのは
あったからゾウのインパクトっていうのがすごかったんですけど、その後の僕見直してインパクトが、その後すぐに、監督が出てくるっていうのインパクトがあれも大きかったんですけど、出演なさってたあれ金子君が出てきて、主役は金子君があそこに出てくるんですけど、他の4人が出てくる前に監督が出てきちゃったんですよね、おまわりさんで。なるほど。でおまわりさんが、おまわりさん、数人いるおまわりさんの中のうちの1人だったら分かるんですけど、なんか指示がしてるおまわりさんのリーダー格でしたからね、しかもね、おまわりさんが。だからセリフのない役はやらない。やるもやらないも決めてるの監督だから、誰も他の人止めないんですから。すみません。いや、ウィキペディア情報ですけれども、いろんな作品に出てらっしゃるんですよね。昔から出るの好きで、芝居するの好きだから学校の頃もそうだと思うけど、結構やってみせてたと思うんですよ、役者にもね。だから芝居好きだから出たがりだし、っていうのがあっただから助監督の時からものすごい出てるんだよ。はいはいはい、出てますね。目立ってもうメインでしたよ。いや、だから自分の監督をやるときにはセリフがある役で出るっていう、そういうことをやって。だってちょっと早いですけど、ガオの最終ファイナルにも出てます。出てますよね。この間見て、あ、出てるなって自分で思いました。しかもあれしっかり忘れてました。台本に書いてないね、ちゃんと要はアドリブじゃないですか、セリフ。アドリブっていうか自分で決めて喋ったり。ということは、じゃあ第1話と最終回以外は出てない？ガオ出てないと思うので分かんない。調べればまだ分かりまそれせんよ。毎回出ないよ。でも僕、監督が自分で出たがりだっていう言葉を聞いたのは初めてかもしれないです。なかなか言わないですよね、自分で出たがりって。言わないよね。僕たちが言うんだと分かりましたけど、監督出たがりだからなって言うんだと分かるけど、まあ出たがりのもんでってなかなかご本人から言わないと思うんです。これではっきりしました。はい、出たがりだって解決。いや、ガオの最初の頃のお話を聞きたいんですけど、オーディションから監督は関わってらしたんですか？そうですね。でもガオはね、意外と遅いんですよ。企画というかね、タイムレンジャーのパイロットをやってたので、だから最終回とかやってたので、忙しかったっていうのもあると思うし、もしかしてヒカさんが下げたのかわかんないけど、かなりもう出来上がった段階でガオは入ってるんですよ。でだからオーディションもね、おそらく最終とかその前ぐらいしか出てないんじゃないかな。なるほど。その前のタイムなんていうのは1時2時から出てるから何百人もあってるんだけど、じゃなかったと思いますけど。じゃあ5人を選んだなんかこうインパクトはどうだったんでしょう？インパクトっていうか、5人が選ぶ、こういうふうに言っていいのかどうかはあるんですけど、だからレッドを誰にするかっていうのはすごく、基本は合議制なんだけど、東映のプロデューサーいて、テレ朝のプロデューサーがいて、監督がいて、脚本家はいる時といない時がありますけど、あと企画者っていうのと、そうですね。いろいろ東映エージェンシーとかにエージェンシーがいてっていうグループでずらっと並ぶじゃないですか。やったことあります。ありますよ、5回も6回も。だから一応その合議制なんだけど、その最終的に決めるのは監督とプロデューサーって、それはその作品とそのプロデューサーと監督の位置関係っていうか、その関係性理由というんですけど、僕がメイン監督やった回は全部僕が決めてるっていうふうに思ってるんで、そこはあれですけど。なんだろう、あれが分かんないけど。レッドだよねっていうことなんですよね。金子くんね、いや、総合していい子選んだんじゃないでしょうか。なんてこと聞いてなんだろう今。ちょっと。いや。でも今思うと、やっぱりシルバーが入れた6人、6人以外はやっぱ考えられないなっていうふうに思いますよね。
で酒井君がね、だから結果だから分かんないんですよ。今でも結果的にね、結果論として、でも例えば酒井君なんかその以前からいっぱいその過去戦隊のオーディションを受けてるわけじゃないですか。でもやっぱりご縁がなかったというか、その戦隊には。で一番ハマったのがやっぱりガオだったわけだし、やっぱ6人ぐらいのメンバーだったわけだし。まあでもその全員が一致してこの人しかいないっていう人はいなかったんですよ。だからその、まあ、酒井とかは割と分かりやすいっていうか、決めてても3人というさ、そうだね、ブルーのああいうキャラクターが欲しいとかそういうのあると、要するにレッドとイエローっていうことだと思うんですけど、玉山がいたんだよね。はいはい、まだ残ってらっしゃるんですね。だから玉山と最初にいたんですか？そうです。金子と玉山そうなんだ。と知らなかった。なんだ。金子くん、堀江くん、堀江と金子、堀江、玉山で悩むっていう感じでした最後。なるほど。じゃあどれをイエローにするかレッドにするかシルバー。もしかしたらじゃあ堀江くんがシルバーで出てたかもしれないの？なんで笑っちゃうんだろう。私ごめんなさい。いやシルバーはだからその時決めてないんだけど。そうか。ということは、5人でまあ玉山君はまあちょっと入らなかったけれども、シルバーのあれにはみんな引っかかってたっていうことなんですかね。そうですよね。6番目の時にはちょっと彼も一つのぶっちゃけて言うとね、だから玉山は外したんだけど、テレ朝のプロデューサーが女の人だったんですよ。もう玉山気に入っちゃってしょうがなくて、あの子がかっこいいかっこいいってそれはかっこいいんだけど、芝居はできなかったですよね。その辺のところの並び立ちだと思うんですよね。できない2人で入れちゃっても困るし、とか顔の感じとか雰囲気があるじゃないですか。そういうのでどうしようかって悩むみたいなことって。で僕が金子で行きたい行くって言った時に氷川さんが「僕もそう思うよ」って言ったので他は全員違いました。だからそういう感じでした確かすっごいうろ覚えなんで分かんないですよ。これが言っていいのかどうかも分かんないですけどいやでもなんかこうオーディションのこう緊張感っていうかね、ちょっとね話聞いただけでちょっとドキドキしましたよね。じゃあはいつえつえはどうだったんですか？で僕ねレイさんの記憶がないんですよ。おいおいおい監督においおい。ただ記憶があるのは最終のオーディションにいたんですかね。いました。それ5人と一緒にいたんです。並びました。でも他に斉藤さんの他にいた？最終的にいなかったんです。はい、もうなんかもう私しかいなかった。そうだからね僕が覚えてるのは斉藤レイさんっていう人がいて、その人がすごくいいから、ちゃんと見てみてっていうふうに言われて言ったのを覚えてるんですよ。だからもうその時に決めてたんだと思うんですよね。で僕はチラッと見てっていうか俺だったら5人で一生懸命だからレイさん見ててもう全然大丈夫っていうふうにおそらく思っただけなんだと思うんですよ。だから僕がその最終とかで行ってる時にはほぼ決まってたんですよ。斉藤レイさんっていう人がいるからこの人がすごいいいと思うから確認してみてみたいな感じだったと思う。そういうことを言われたのは覚えてるんだけど、そのオーディションの現場に斉藤レイさんがいたってのは全然覚えてないんですよ。だから5人しか見てないんですよ。喜んでいいのが何だか分かんないんですけど嬉しいってことにしときましょう。もう決まってたってことで。そういや素晴らしい人がいるって言われた記憶はあるんですよ。奥さんすごいですね、本当に。で、とにかくこの斉藤レイさんをちょっと見てくれって言ったのは氷川さんですか？それはね覚えてない。だけどそういう人がいたっていうことですからね。そうだからそれはみんなでオーディションしてるわけじゃない。僕は例えばタイム取ってる時とかにしてるわけですよ。1時2時3時ってやってるわけだからたくさん何回もオーディションしてて、レイさんが何回オーディションしたかは知らないけど4、5回行きました。はいだからその過程でもみんなの合意で決まってたんじゃないですかね。それを僕は見て確認しただけだと思うんですけど。はい、今日は終わりです。お疲れ様でした。
監督のその一番のその名仕事というか大仕事で僕が印象に残ってるのはやっぱりねケトンを竹見にしたっていうことなんですよね。いやそれもレイさんと同じだと思うんだよ。そうなんですか。竹見の記憶もあんまないんで。え竹見を選んだ記憶もあんまないんだよね。だっていや噂ですよこれはね、あくまでも噂だけど要はタイムの第1話に出てるじゃないですか竹見ちゃんが。ああそうなんだってね。いやいやパイロットでしょ。だってあのタイムの第1話に竹見ちゃんがなんかオペレーターみたいな役で本当あれだけですよ。あれだってそうかそうか思い出した。思い出した。僕のただの噂の噂かと思ったら思い出したら言ってくださいじゃん。いや違うオペレーター出たら思い出した。そうでオペレーターで本当一瞬しか出てこない彼女もある意味監督がキャスティングしたというか。タイムのキャスティングはすごいがっつりしてますよ。本当に何百人もあって。ですよね。でも最終的には全員反対の中あいつを選んだんだ長井を選んだんだ。ああなるほどなるほど。確かそうです。素晴らしい。でそっちね売れましたもんね。あでもねあの時もね小林靖子さんがね彼しかいないっつったら。あ小林靖子さん。押してくれる人がいるんですよ。でも安子さんが書くのにやっぱり彼がいいって言ったんだったらもうそれはもうしょうがないですよ監督ね。と結婚会言うんだからしょうがない。いやそうですよね。それはそうですよ。そういうのある。ありますでね。竹見の話戻っていいですか。いやわかんない絶対覚えてないもん。じゃあ噂ですよさっきも言いましたけど要は諸田監督がタイムレンジャーの第1話のオペレーター役で竹見ちゃんが竹見っていう女優が出ててでずっとそれを頭に残っていてでガオレンジャーの巫女のテトムという役は竹見に行くと諸田監督がの一声でテトムは決まったと。全然わかんない覚えてない。いや何なんですかこの僕の出どころが。で僕はいや改めて見てみるとね DVD 見てみるといやテトムっていいよなって竹見でいいよな竹見ちゃんでいいよなって改めて思うんですよ。あこれを選んだ諸田さんってやっぱりすごいなと改めて見て思ったんですけど全くそんなわからないって言われたら身も蓋もないんですよ。記憶はないことがほとんどなんだよ。だってその後もすごい数ずっとやられてるし、ガオからもどんどん仮面ライダーの方に行かれましたね。そうですね。この10年はほとんど仮面ライダーですね。だから半分仮面ライダー半分以上やってるんですね。もうライダーの方が長くなっちゃった。そうそう。なんかちょっと取られた感じ。なるほど。いやでもどっちも違う良さがありますもんね。そうですね。そうなんか全く違う気がするんですよね。スライダーと戦隊もの。でも最近どんどん近づいてきてます。ああそうなんだ。でも諸田さんといえば僕は戦隊のっていうイメージがあったのでねもう本当に諸田さんの助監督のところから僕はお世話になってますから。5とかその辺なんですけど諸田さんとの時はもうチーフやられててで渡辺さんがセカンドでで竹本さんがカチンコ叩いてたんですよ。へえ。みんな監督になられてね。本当ですね。全員顔でお世話になってます本当に私。そうですよね。ありがとうございます。でもあの頃から諸田さん助監督の時からこういう感じのこういう感じやね。こうひょうひょうとしてるんですよ。いい加減って言われてます。いや最低の助監督とも言われてましたけど。そんなだったら監督になれないんだからもう絶対すごかったなかなか監督になれない。いやもう発想力が面白いですよね。内容の話とか言っちゃってもいいですか？私が好きなのは本当に15話なんですけど、15話からヤバツエがコスプレ言っちゃいけない変装するようになってお花畑に行ったり、佐渡金山に行ったり美術館で泥棒したりあんな風になったのはあれは監督？あれ前にはやってない。
やってないんですよ。もう本格的にやったのはあれです。お花畑本格的に。あそこからですでもだから最初はね、僕はきっともうちょっと怖いとかそういう方にしたかったはずなんですよ。そうなんです。その話をちょっとちゃんとお話ししなきゃいけないなと思って。あなたが言うこと聞かないと。そうだからそうなんですよ。で、僕第1話の時に諸田さんに言われたんですよ。もうキークイーンもうそれね見せてくれるんですよ。やってみせてください。やってみせてくれたらキーって言葉であえて言いませんけど、キーってねこういうような感じでねもう言っちゃってんだよっていうふうにねもう身振り手振りやってくれたんですよ。で一回やってみたんですよ僕も。でもっとやってもっとやってって言うんですよ。やったんですけどねもう。一瞬でやっぱりこれ1年間で多分無理っていうなんか変なストッパーがかかりまして徐々になんかこうトーンダウンしていっちゃうんですよ日に日に。そしたら例えば最初が諸田組でなんとか乗り切りましたキエーで乗り切ったんですけど、その後の3、4話、5、6話で監督変わりますよね、そうするとね誰もそういうこと言わないんですよ。なんかもう最初テンション下がってるよとかも言われないのでなんかフェードアウトするようにどんどんこう僕のワールドの方に結構持ってってたんですよ。そうしたらお花畑の時に、ほらやっぱり俺のやってたね演技プランの方が結局やっぱこっちの方が良かったじゃん。結局ねあれ監督の言う通りキーってやってたらお花畑全然成立しなかったんですよ。そこどうなんですか監督。いやだからその出店だとかなんだとかっていう結局中間管理職になってしまったので、そうああいうポジションで笑いを取るというかそっち系にどうしてもなってっちゃったのかなっていうことじゃないですか。あれは多分僕がですね無理やりそうしてってます。でも坂口さん声の坂口浩一さんがああいう声でああいうテンションでやられていってくださったので、諸田さんのイメージするヤバいのは一手に坂口さんが全部引き受けてくださってテンションを残しつつ、我々は我々のやりたいことをやるというねそういう思い出がある。いや結果的にはですねだからガオっていうのは結局振り切るっていう最初からそうなんですけど、この言葉があるかやけくそとか振り切るとか、そういうイメージで作ってる番組なんですよ、最初から。ガオレンジャーっていうかね、ガオレンジャーそのものの話をすると僕としてはちょっと言います長くなるからタイムレンジャーっていうのがあって、ガオレンジャーと対なんですよ。僕的には対になっているんですよ。タイムレンジャーっていうのがですね、要は深刻というか未来の話なんだけど、未来をどれだけ現実的に見せるかっていうリアルなものづくりっていうかキャラクターとか人間とかもリアルに振っていこうとしてたんですよ。でとんがってるから最初のパイロットやってるから名乗りはしないとか怪人も倒さないし冷凍しちゃうだけなんですよ。そうなんですよ。で名乗りもなんか刑事みたいなの出してなんかとかっておもちゃのヤップとか取らないとかってやってたの思って視聴率は良くなってったと思うんだけど、あれちょうど裏っていうかあれがクーガがね、クーガの立ち上がりの時なんでクーガとタイムっていうのはちょうどそういう感じで大人っぽく振った感じになってるんですよ。でも浅草方面に非常に評判が悪かったので視聴率は良かったと思うんだけど上がってったと思うんですけど、クーガと一緒におもちゃ売れなかったんでそういうのもあってすごく文句言われてて。だから来年頑張ればいいじゃん、今年は視聴率みたいな感じで一生懸命逃げながらタイムを取ってたんですよね。そういう時にヒカスさんも同じだったんですよ。だから僕が忙しかったのもあるし、ヒカスさんが僕が避けたのもやばい、あんまり最初から入れるとやばいと思ったんだどうか知らないけどこのガオのセッティングを作ったのはヒカスさんですよ、完全に。だから僕は割と最後の方しか入ったんだけど気持ちは同じですね。だから逆に振り切って王道の戦隊をドーンといっちゃうと。でそれをもっといくとど
一番メインの CG なんですよそうでしたね。ね、変わった時でしたもんね。あれってもうあの頃でいうときっと日本初というか世界初ぐらいだと思うんですよ。世界初、世界初。満州 CG が多くて、でああいうのがあったから劇画調っていうこうアニメーションチックっていうか劇画調とかってそういうのがあるから、立ち回りをするのに字をこう入れたりとか、画をこうしてそうそうだからオーバーにやってってるんですよ。だからそういうのもあって例えば掃除機オルグとかああいうのもそうだけど、あの話はあれ言っちゃうんだけど朗希の話なのでそうですね。気持ちとしては朗希のメインの話なんですよ。あ、そうか。そう、それと対比で振り切ってるんですよ。ああ。でこっちは面白くわーってやってだってあれ時間稼ぎとか言ってたんじゃん。いや、まあ私たち的には浦様に変わった途端だったので、あ、そうか。浦様が綺麗なものが欲しいとおっしゃるから、もうそ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 うとにかく綺麗なものを集めなきゃ。でも裏は時間稼ぎでやらせてる。まあそういうことああ、そういうことだったね。そう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 いうことだったで朗希のっていう話だから朗希のあれ春名神社に行ってあそこすごい、次の話はそうだけど春名神社でメインに取ってる反対の振り幅を大きくしてやるためにあのギャグを一生懸命やってるっていう。なるほど、振り幅広すぎ。もう私たちはね、あれがさ楽しかったんだね。いや楽しかった。めちゃくちゃ諸田監督が楽しそうでしたよ。いや俺は楽しくて撮ってるんだろうけど、もちろん。もう最高一番好き。あ、そう。あ、それなら。でも私浦様が時間稼ぎでやってるとかいうのもすっかり忘れてました。ただ単になんか変装できて街中降りてこれて私たち的にはね。レイさんは諸田監督初めてで、でお花畑ですごい諸田さんと楽しそうにやってるの分かったんですよ、レイさんと2人は。で僕はさっきのタイムレンジャーの話出ましたけど、タイムレンジャーの諸田さんも知ってるんですよ僕は。でタイムレンジャーで僕結構暗い結構ピンクの役をやってたんです、暗いね。それがすごいノリノリでですよ、諸田さんがここでこの広いのがいっぱいこれ歌ってくれるって言ってニヤ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 しながら僕ね結構振り切りましたよ、その頃アイロンピンクの頃から全然テンション違うし、あれはねちょっと忘れられなかったです。でなんか謎のダンスみたいなねカメラに向かってね、しかもガオはねカメラに向かってそうカメラに向かってやるんですよ。誰に向かってアピールしてるんだと思って。天下君もそうだし、そう結構そうですよね。5人のすっぴんもカメラに見る。そう劇場もそうじゃないですか。そうあれね俺やりたかったのよ。子供たちに直接喋る。正解ですよね。だからガオレンジャーってそういうとこもあるんですよ。いろんなとこ振り切ってんだけど、すごいだって衣装合わせとかすごい時間かけてやってましたもんね。本当に？はい。私自前持ってってあれじゃないよ、これじゃないよ。すごい数の自前を持って行って、あれ最後のね泥棒のコスプレとか全部自前、カツラから何から全部私。ああそうなの。川かなんかで。そう僕センターにだって15年ぐらいいましたけど、衣装合わせなんてやったの初めてですよ。役者さんはあるんだけど、僕たちいつも普段年間持ってるんで、こんなに衣装合わせに時間かかるのっていうね。でレーサーとか当たり前かもしれないけど、びっくりしました。なるほど。衣装合わせってあるんだ、こんなに時間。だから俺見たんだけど、テンポよくて面白いな。いや面白かった。でたらいこいでるんだね。めちゃくちゃだけどね。すごい発想をぴょんぴょん飛ばすああいう CG も本当にいつも諸田さんだなと思ってCG 大好きですよね、きっと。そうだね。大好きでしょ。場所にこだわってるんですよ。カメで移動するじゃないですか。だからその場所の特色を出して行ったところで事件があってっていう。で15はなんかこう地図でピーッとこう行くとかっていうやってる。ああいうことがやりたくてやってる。なるほど。もう日本全国ゴルフがいるぞみたいな。ね。海も多かったですしね。でもガオレンジャーはあんまり人数、第1話ね、ブルーがちょっとやりましたけど、あんまり役者さん叩き込んだりとかあんまりしてなかったじゃないですか。
が珍しくです。ことないですよね。がっつりはやってない。そうですよね、例年よりかはかなり、もっとすごいんですか、例年は。例年は大変ですよ、ウィキペディアで調べてください。そうですよね、はい。最近やってないです、あんまり。もう言われすぎてやだろう。ちょうどだから一番ピークの頃ぐらいで僕とかがやってましたからね、一番その頃田さんとか一番もうハマってた頃に水に。いやー、すごいところからお面かぶってもドーンって入るね、選手もいたり。もだちろんからパイロットは要注意ですよ、寒いですからね、冬ですから。冬ですもんね。最終回あたり。最終回あたりは要注意ですよね。最終回この間見ましたけどね、雨じゃなかったですか？雨の中をあれだからすごい雨降らしてます。夜に雨の中でやってましたよね。今じゃできないですね。あ、そうですか。いろんなとこそう、いろんなとこであれ防水車でやってますね。何箇所かで。量が、水の量が。すごいよ。寒かったでしょうし、迫力、やっぱり夜の雨ってすごく情景出ますね。あれ冷たいんだよね。水はね。いやー、やらせたくないです。選手の子たち。一回、諸田さん出たがりだから一回自分でなんか溺れる役とかやってみたらどうですかね。なんか自ら入ってこうやるんだよじゃあ、あ、そうか。じゃあその15話で、まあ我々のちょっと方向性がちょっとこうある程度決まってきてね、決まってきてね。まああれで、監督も大変楽しいんだなっていうのも分かりましたし、僕はこれでやっていいんだなってちょっと思いましたね。はい。でその次のその